雑談です。ドーナツです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、言ってもつまらない作業しかしておりませんでしたがしかしよく降りますねという感じで、本当に雨が降っちゃってね、出るのも嫌になっちゃってみたいな感じで家で作業をしておりましたが、さっき午前中とお昼ですね、午前中に入ってリハして1本撮ってきましたわ。ネタ番組の収録だったんで行ってきました。それの修正やら何やらを昨日はずっとやっておりまして、それをさっき撮ってきて帰ってきたんでこんな時間になっちゃいましたとね。放送お楽しみにっていうのと、明日かな明日ですよね。お笑い実力派で陣内特集というかが明日の放送でありますんで、ただね、水曜日は本当にテレビが忙しいでしょう。本当に水曜日はテレビが忙しい。テレビを見るのが忙しい。なんで、激戦区といえば激戦区ではあるんですが、ちょっと深い時間なんでね、お笑い実力は。あれか、水曜日終わって、それから箱詰めか、あれ終わって、その後ぐらいにやってるんでぜひ皆さんご覧になってください。僕もちらりとは映ってると思いますし、有吉の夏休みで田中さんが被ってた帽子と同じ帽子被って映ってますわ。なんか恥ずかしいね、そうなると。気に入って被ってるんですが、恵比寿さんのね、ポパイで連載されてた帽子がかぶって、いつもかぶってるんでね、あれで出てると思いますね。それはぜひ皆さん忘れずにチェックしてください。忘れたところでね、TVer、俺のっていうか、俺がいつもでもテレビを見てないかもしれない。俺はTVer を見てるからね。そんな話ができるかと思いますんで、ぜひご覧になってください。で、見ましたでさ、これまた TVer ですよ。ほんと浮き輪ね、ドーナツが出てきて、浮き輪に、似てるねってね、お土産で買ってきたね、旦那さんが買ってきたドーナツをパカッと開けたら、ドーナツ箱にね3つ入ってるんですけど、浮き輪に似てるねってビクッとするんですよ。浮き輪がね、浮気に聞こえて、旦那さんがビクッとして、そんなシーンがありました。第5話ね、いよいよこれね、壁を乗り越えちゃってね、森山直太朗さんに会いに行ってしまうという暴挙というかね、似てるんです。これね、見れば見るほど、本当門脇麦さんが漫画の原作のね、雰囲気がめちゃくちゃ出てるんで、昨日の回っていうか、昨日見たんであれですけど、第5話は結構広島弁が出てきまして、東京に引っ越すっていうシーンからもう入っておりましたけども、広島から出てきてね、社宅に住んで、で隣の社宅に住んでいるんですが、その旦那さんは社内恋愛というか社内不倫をしていて、で門脇麦さんはその社宅なんで隣のね上司が住んでるんですが、森山直太朗さんにゴミ捨て場で会いながら、そこでお話をしながら悩みを言いながらなんてしてる間に好意を持つというかね、だんだん好きになっていって、ついに第5話ね、ベランダの前までは壁越しに話してたんですが、ついに飛び越えてしまったというところで終わるんですけども、これ6話以降がまたね、どうなっていくのか本当に楽しみではあるんですが、この毎回ね、この浮き輪のオープニングの入るタイミングといい、オープニングのそのスタッフクレジット、キャストのクレジットが出て開けるタイミングで、これめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、第5話の
オープニング明けの方ね、入りはまあもちろんあれですけど、明けでまあ水中でこう泡ボコボコなりながら、門脇麦さんがこう泳いでるというか、こう水の中からこうね上がろうというところで、ボワボワボワって赤で泡がねボワボワボワってなって、こう青い感じの水の中のシーンからこう開けて、ドラマにポンと入るんですけど、ドラマに入る瞬間ね、こう青い水の中の絵から今度はね、オープニングを開けると青いパーテーションついたてのとこからね、ぬるぬるぬるっと入っていくんですけど、そこのつながりがね、ほんと気持ちいいんですよ。だからこれなかなか監督さんすごいよと思いながら、まあ他のね、まあゴールデンタイムとかでやってるような、いわゆるね、ザ・ドラマって感じじゃない撮り方をしていて、ドラマってなんかこうベタなんて言ったらいいのかな、こうあまりカメラを動かさずね、こうカットバックで切り返したり、こう喋ってる人聞いてる人の顔越しでね、こうカットバックで切り返したりとか、あまりこうカメラがね動いてみたいな会話中とか、まあないことはないですけど、あんまりそういうことをしないでね、こうベタでね見せていくのが多い中、これは本当にね撮り方がすごく気持ちがいいというか、見ていて気持ちがいいんですよ、このドラマ。まあ、話の内容もね、いい上にっていう感じですか。なんかすごく絵的にこうね、見て学ぶべき撮り方が多々あるなって思いながら、すごく毎回感心するんですよね。って思いながら、第5話はそのオープニング明けのね、青いパーティションのところから入ってくるところなんかが、すごくこうね、ぐーっとこう、より世界観にこう浸れる動線を作ってるなと思って感心しながら見ておりましたが、まあ本当に壁を飛び越えちゃって、今後どうなっていくのかって、まあ6話の予告が出てますから、6話の予告を見ると、こうね、森山直太朗さんの奥さんは、陶芸教室ね、で浮気をしてるんですが、なんと帰ってきちゃうってね、ちょっと見ちゃったんで、これもう早く来週見たいと思いながらね、もう一回さらっときましょうか、5話をね。いや、本当に面白かったですね。しかし、いや門脇麦さんの何とも言えない表情ね、すごいよね。ぼーっとしてしまってるシーンがクリーニング屋とかでね、声をかけられたりとか、もうあったり、旦那さんは旦那さんの方でこうプレゼンされて、プレゼンというかね、商談ですかね、されてるところでぼーっとしてて、安請け合いしちゃってね、それでまた浮気相手に同期で施工担当がいるからっつってお世話になっちゃったりとかね、回らない寿司をおごってくれなんて言われちゃったりなんかして、もうなんかね、すごい面白いですね、このドラマも。本当になんか俺がいっぱいドラマをね好き好んで見てるだけで、こうただただ感心してるだけなのかなと思ったんですけど、いやね、普段ではこれまであんまりそんなにドラマをちゃんと見てこなかった僕が、これだけね、あれもいいこれもいいってハマれるようなドラマが多いってことは、やっぱ豊作なんだと思いますよ、今期は。と思いながら、浮輪第5話、素晴らしいです。本当にね、オープニングのタイトル明けだけでも見てほしい。綺麗に始まってるなっていうのを感じますからね、ぜひご覧な TVer で、それからパラビでね、同僚の子、なんて子でした？愛宕さん役の小西桜子さんがね、これまたいいんですよ、本当にね。だから小西桜子さん目線のというかがパラビであるそうなんで、それはそれでね、めっちゃ見たいんですけどね。もう本当いよいよ
パラビに入んなくちゃダメなのかしらと思いながら見ておりましたが、TVer 見逃し配信は TVer でありますんで、ぜひご覧になってくださいといったところですかね。はい。コントドーナツ、ちょうど時間となりましたね。ドーナツね。ドーナツで別に話すことはないですけど、僕はなんですかね、ベタな味、スタンダードな定番的なやつが大好きなんで、ドーナツもね、普通のやつが好きですよ。オールドパッションとか、ああいうやつが好きで、チョコとかついてないやつ、もう味も何にもしねえじゃねえかって言われちゃうような素朴なやつが好きですかね。はい。そんなところで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。